はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命の方はこちら。はい。極上フレンチトーストの作り方ということで、今回ね、こちらのフレンチトーストをご紹介するんですけども、前回ね、やりましたフレンチトーストの方は、本当に基本的な王道のフレンチトーストの作り方をご紹介させていただきました。で、今回作るこちらの極上フレンチトーストの方は、こちらね、フランスの、料理界のですね、スーパー女性シェフであります、エレーヌ・ダローズさんのフレンチトーストを今回ね、ご紹介させていただきたいなと思います。で、彼女の、著書であります、レ・ルセット・ドゥ・グランメールっていう、本があるんですけども、こちらがね、元になっている、ものになりまして、そこにプラスアルファ、私の方から、こちらね、オマージュさせていただきまして、少しプラスアルファの要素を入れて、今回、こちらのフレンチトーストの方の作り方をご紹介させていただきます。こちらね、私もすごい好きで、このルセットを見たときに、いや、なんてすごい考え方なんだっていう、感動しまして、で、そこから、何回か作っているうちにですね、だんだん、自分の、作り方を、見出してきまして、で、元々のこの作り方はちゃんとリスペクトはしてるんですけども、幾分いくつかやっぱり、翻訳の自分の翻訳の仕方が良くなかったのかなとか、いろいろあったんですけども、そこでね、かなり作りやすい方向に、持っていきました。はい。ですので、まず早速作り方の方を皆さんの方にお見せいたします。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、では材料の紹介です。こちら、ブリオッシュブレッドになりますね。こちらご用意ください。で、こちらね、マスカルポーネ、今回ご用意しました。こちらはね、お好みでご用意ください。で、こちらがオレンジと、あとグランマニエですね。で、こちら牛乳と生クリームですね。で、卵黄をご用意ください。で、グラニュー糖。そしてこちらバニラビーンズ。今回はちょっと小さいのを意図して用意しています。で、こちらは、カソナードですね。で、オレンジは皮をすっておきまして、で、そこに、グランマニエをマスカルポーネに入れてよく混ぜていきます。で、そこにオレンジのゼストを入れまして、こちらもよく合わせておきます。で、こんな感じにしていただけたら、よく冷やしておきましょう。で、バニラビーンズですね。こちらね、鞘を割っていただいて、で、中のね、種を取っていきます。で、こんな感じでね、取っていただいたら、牛乳の方に入れていきます。で、鞘の方もね、牛乳の方に入れておいてください。で、オレンジの方は皮を剥いてもう実をね取っていきます。こんな感じでやっていただければ OK です。で、こちらのね牛乳を温めていきます。温めるといってもだいたい60度いくかいかないかぐらいまでの軽い温めで大丈夫です。この時にねバニラの香りをしっかり出させていくっていうのが意図になりますね。で、卵黄にグラニュー糖を入れて、でホイッパーではなく通常のねやり方と同じように、こちら、こすりつけるようにグラニュー糖を溶かしていってください。こちらですね。で、先ほどね軽く温めたこちらね牛乳の方を少しずつ入れていっていきます。で、生クリームも加えてしっかりねここでよく混ぜ合わせていただいて、でそれをね今から火にかけていきます。弱火でじっくりやっていきます。で、この時注意していただきたいことがありまして、80度いかないようにだけ気をつけてください。だいたい75度前後で、火を入れていってください。で、この時にアングレーズを作ってるっていうわけではなくて、本当にシャバいアングレーズを作るっていうイメージで大丈夫です。で、その時の濃度はこれぐらいです。で、これで
ちょっと行き過ぎかなっていうぐらいです。この後私はここに牛乳を入れて、少しね緩めています。で、ここにブリオッシュを置いていきます。で、上からもかけて、こちらね一晩冷蔵庫の中で、しっかりね染み込ませていきます。で、これでね一晩経たせたものになりますね。でこれを今から焼いていきます。こちらね、この耳の部分もしっかりね立った状態になっております。はい。では油をねよーくフライパンの方になじませていって、少しちょっと油は多めにいかせていただいております。でね、こちら焼く前にひっくり返して焼いていきます。で落ち着いたところでバターを入れていって、軽くね揺すっていきます。でこんな感じでね色が綺麗についていきますので。ではね両面、色がつきましたのでオーブンの中に入れていきます。で大体ね、2分ぐらい経ったところで1回ひっくり返します。いいですね。いい感じに火が入っておりますね。でもうプラス2分、ひっくり返したところで、今ね色をつけていきました。いい色ですね。では揚げていきます。でこの時に、網バット等々にですねちょっと移していきます。非常にね柔らかいので気をつけてねやってください。でこれでしばらく放置します。で、ちょっとね表面が冷めたところでこの時に、当然へこんでくると思うんですよね。一番上のところへこんでるのが分かりますでしょうかね。で逆に裏面の方はピシッとまっすぐになっております。こちらの面を使っていきます。でこちらが、カソナードとグラニュー糖が64ですね。グラニュー糖が6、カソナードが4っていう割合でやってますね。でそれをまずまぶしていって、でまずねここでよく軽くちょっとねこう揺すってあげてください。細かいところに今グラニュー糖カソナードをこう入り込ませるっていう役目をさせています。こんな感じですね。必ずこの作業はやった方がいいですね。でここからもう一回グラニュー糖とカソナードを持っていきます。ここでねしっかり持っていってあげてください。ではこれを焼いていきます。これ、ね、一発勝負なんで気合い入れていきましょう。はい、こんな感じですね。はい。ただあまり強くやらないようにだけ気をつけてください。で、必ずねこれはホットスタートで始めてください。フライパン温めた状態から、スタートして、で溶けてきたらこうやってねトーストをこうやって揺らして、しっかりね、つけていってください。で、こうやってね薄くね、貼り付けることができますので、これで完成です。ではドレスです。こちら極上フレンチトーストいかがでございますでしょうか。では実食です。ではいただきます。でこちらなんですけども、フライパンに残った、カソナードをですね、それをこんな感じでソースに仕立てまして、今からかけていきます。ではね、カロリストの皆さんお待たせいたしました。いきます。こんな感じでいきますか。はい。
じゃあいただきます。で、中の具合はねこんな感じになってます。じゃあいただきます。こちらエレーヌ・ダローズシェフのオマージュであるフレンチトースト。私はキャラメリゼにカソナードを加えてコクをねプラスして、さらにそこを食べやすくするのに、オレンジのマスカルポーネを作りました。これによってね、非常に全体的なバランスも合わせた上で、しっかり濃厚な、極上フレンチトーストとして仕上げさせていただきました。ぜひお試しください。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。極上フレンチトーストのご紹介でございました。ここからはね、専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。ではね、なぜね、今回、このね、アングレーズ手前のこうサラサラした状態に加熱をしたのかっていうところですね。アパレイユの火入れについてのところになってくるんですけども、これまず3つの理由があります。せーの。ドン。はい。香りとコク。そして、2つ目、生臭みの消去。そして3つ目が質感。この3つが理由になります。で、まず最初のこの香りとコクのところですね。ここはですね、バニラとですね、卵黄の熱による乳化と後期の抽出っていうところで、ここがね、結構ここのアングレーズの重要な部分になってくるんですけども、バニラビーンズの持ってるバニリン、とですね、この、卵黄のレシチン、これを、75度前後のところでこう火入れしていくことでこう一体化していく感じですよね。でそうすることで奥行きのある香りを出すことができるっていうところなんですね。でこの時に冷たいアパレイユの場合はバニラのですね香りがこう結構際立ってしまってで、際立つだけで、このね卵黄と生クリームにただこう混ざり合ってるだけの状態でその場の香りは確かにあるんですけども奥行きのない香りになるってことなんですね。つまりこう口の中に入れて、余韻がある香りができるかできないかっていうところですね。これが加熱した時に、このね、卵黄とこう合わさっていくことでできるこの奥行きのあるバニラの香りを演出するための非常に重要な部分っていうところですね。そして2番目、生臭みの消去。これですね、加熱することで卵黄の中に含まれる、ですね、この特有の臭み成分っていうのがあります。で、これを揮発消失することができますよっていうことになりますので、ここをね、必ず、こう、クリアなね、味にするためには、必ずこの作業をした方が合理的にいいですよねっていうことです。で、これを、冷たいアパレイユでしてしまうと、これをね、しっかり浸してやってしまうと、パンの奥深くまでですね、この生のね、卵臭さっていうのが固着して、なんていうのかな、卵焼きのような味になっちゃうみたいなイメージですよね。そうすると、そのね、この卵と、このね、バニラのこの合わさった非常にアングレーズ特有の奥行きのある香りっていうのが作れないっていうことなんですよね。ここがですね、このレシピの素晴らしいところなんですよね。そして3つ目、これがですね、焼いた時のボソボソ感。これをですね、取りさせるっていうこの方法になってきます。なんとなくイメージよくわからないなってなると思うんですけども、まずですね、これ、大体ですね、加熱させることで、大体75度前後で加熱させることで、このタンパク質をですね、ゆっくり、緩やかにですね、変性させていくんですね。これをプレ凝固みたいなイメージで、思っていただければいいんですけども、これをですね、オーブン加熱時に、急激なね、熱凝固を起こさずに、こうね、しっとりしたね、状態に固まるんですね。これ逆に冷たいままでやってしまうと、この生のまま浸して、こうオーブンでこう加熱していくと、急加熱ですよね。していくとですね、中のタンパク質が急激に固まっちゃうんですね。で、酢が入ったような状態になってしまって、先ほど言ったような卵焼きのような硬い食感になっちゃうっていうところなんですね。これがですね、この3点があって初めて、このレシピの素晴らしさの一番重要な部分だったりします。はい。
はい、ではね、この次に焼き方のところになるんですけども、これはですね、もう王道のフレンチと全く同じになってきますね。ここはですね、よく海外の動画とかレシピの方では、このサラサラのこのね、アングレーズのアパレユならこう数分で染み込みますよっていうところで、実際にこの厚切りブリオッシュでこう検証されているところがあるんですけども、これがですね、芯までやっぱりさすがに一気にはですね、均一に届かないんですよね。ですので、ここでは、しっかりね、浸透させるっていうところで、一晩つけさせていただいております。はい。で、この時に、今回使っている私のブリオッシュの方が、どちらかというと、食パン寄りのブリオッシュであるっていうことで、一晩つけてるっていう理由があります。どういうことかというと、日本のですね、ブリオッシュっていうのが、ちゃんとこう、ブリオッシュの規定を守っているようなブリオッシュではないんですよね。このね、バターをたくさん使ったからブリオッシュですみたいなところで販売しちゃってるところが結構あるんですけども、フランスのような海外とかヨーロッパの方のブリオッシュっていうのは、しっかりね、やっぱりこうバターの配分量っていうのが決まっていて、それであって、しっかりしたね、この油脂が入っているものなので、ぐいぐい入っていくんですけども、日本で売っているブリオッシュブレッドの方は、意外とですね、色は確かにブリオッシュのような色はしているんですけども、このね、油脂の含有量っていうのが結構少なかったりするんですよね。ですので、これはですね、購入して、からですね、そのパンが食パン寄りなのか、ちゃんとしたブリオッシュなのかっていうのは、買う前に一応確認はした方がいいかもしれないですね。はい。で、私の今回購入したものに関しては、こちらは食パン寄りのものなので、ちょっとね、長く一晩つけさせていただいたっていうところになります。はい。で、ここがですね、まず、しっかりね、この表面をバターで、最初、同じようにサラダ油からいって、で、バターを入れて、で、泡を作って、で、そこでね、両面しっかり焼いていただいて、230度の高温のオーブンで全方位から火を入れていく。これはね、全く王道のフレンチトーストとやることは変わりません。これによってね、外カリ中トロっていう状態がまずキープされているっていうところになりますね。はい。はい、ではね、こちら、フレンチトーストの断面のお話にはなってくるんですけども、カットした断面、これ、見ていただくと、あれ中がぐじゅぐじゅっとしてなくて、綺麗なパンの状態の組織が残ってるんで、あれこれ芯まで染みてないんじゃないのって思われた方いらっしゃるんじゃないかなと思います。実はこれ逆なんですね。で、どういうことかというと、一晩かけて芯までね、100% アパレイユを浸透させています。しかもそれは、大量のアパレイユではなくて、ちゃんと上からも下からも入るような分量で、ギリギリの分量で攻めています。で、これをやることで、オーブン内の熱でですね、卵とミルクと、これがね、うまくいって、とろける、このね、スフレプリン状になっていくっていうところに完全に固めて、いるからなんですね。じゃあ、これ、どういうことかっていうと、パンの構造ですよね。今回は、ブリオッシュブレッド、パン構造になってますので、このね、グルテンの網目がしっかりあるものになりますよね。で、これに、一晩かけて、このね、アパレイユが伝っていって、時間をかけて伝っていって、全体にまず、しっかりいきます。で、この時に、この網目に、この含ませられる量をオーバーフローしたような量でやってしまうと、焼いた時に、ベコーンって凹んでしまうっていうね。焼いてる最中に、このパンの厚みがあればあるほど、このね、山のように下がボテーンってボトム状に焼けてしまうなんていうね、経験あるんじゃないかなと思うんですよね。これは、吸わせすぎなんですね。そうじゃなくて、ちゃんとギリギリのところで吸わせてあげるってところが大事で、で、この、骨格、グルテンの網目に沿って、しっかりね、このパンを、アパレイを吸わせていただいて、やってあげると、美しいパンの組織をそのまま残して、食べた時に、スフレプリンのような、このね、しっとりとした味わいで、かつ香りも楽しめるっていうような、仕上がりになります。はい。これね、非常に結構ね、間違えて、思われてる方が非常に多いんですけども、中がぐじゅぐじゅっとしているものっていうのは、実は、これは、ただの生焼けの状態の卵液が残ってるってだけなんですね。
ですので、ちゃんとしたフレンチトーストっていうのは、このように網目にしっかり染み込んでいて、ギリギリの状態で、ちゃんとスフレプリン状にやっているっていうところになります。ですので、食べた時に、しっかり、こうね、もう外はカリッとしてるので、中がしっとりしているっていうのは、ここが大きなポイントだったりします。これが中がぐじゅぐじゅっとしてしまうと、生焼けの、こうね、アパレイユをただ食べているだけっていう状態になってしまいますので、これによって、外のね、クラスト、耳の部分だったりとか、こういったところもしっかり形を保ってたりとか、分厚くしても全く問題ない、ように焼けるっていうところですね。はい、ではね、皆さんちょっとね疑問に思ったところがあると思うんですよね。キャラメリゼのところだと思います。なんでね、わざわざこの、フレンチトーストの方に、こうね、グラニュー糖とカソナードをやって、こう振るって、粒子を奥までやってから、もう一回持って、で、それで勢いよくバーンってひっくり返して焼いたのかっていうところですよね。それだったらさ、フライパンでもまずキャラメル作ってそこにパーンってさ、フレンチトースト乗っけた方が早いじゃんって思いますよね。実はですね、そこに大きな差があるっていうところなんですね。で、今回やった私のやり方においては、1ミリ以下の薄い極薄のガラス膜になるってことなんですよ。で、逆にですね、キャラメルを作ってからその上に、フレンチトーストをポンって乗っけてしまうと、分厚いですね、歯にまとわりつく硬いべっこ飴のような状態になっちゃうってことなんですよ。これがですね、この一番差が出るところで、この乗っけて極薄で焼いてあげることで、この食べた時に、このねパリッとして、中のしっとりしたね食感、そしてその後に続くこのガラス状の層がゆっくりと溶けていって、このカソナードのコクとですね、このキャラメルのこのね、この苦味をふーっとこう感じるようなコントラストができるっていうところなんですね。これを分厚くしてしまうと本当に歯にまとわりついてしまって、ただの硬いべっこう飴をその中のしっとりしたものとバリバリ一緒に食べるみたいな状態になってしまうんですね。これがここのね、一番のポイントだったりします。はい。以上がね、こちら極上フレンチトーストの作り方でございました。私もね、こう、街を歩いてる時に、ちょっとね、いい香りのするパン屋さんがあったら、こう、ふらっとね、入ることよくあるんですけども、その時にね、こういった、ブリオッシュがあった時は、焼きやすいサイズですよね。焼きやすいサイズのブリオッシュがあったら、こうやってね、このフレンチトーストを作ったりとかします。で、その時に、マスカルポーネの方も、今回は、オレンジでいきましたけども、じゃあ、その時にある、ね、果物だったりとか、これと合わせてみようかなっていう感じで、こう作ったりすることはありますね。はい。ぜひぜひね、楽しんでいただければなと思っております。そしてね、いつもハイプレの応援、熱いコメント、チャンネル登録、高評価、いつもありがとうございます。もうね、前回のね、王道のフレンチトーストの時なんかもね、こうコメント見させていただきまして、でね、やっぱりね、皆さんやっぱりいろんな作り方されてますよね。で、いろいろね、思い出があったりとか、非常にね、こう見ててね、こう、なかなか感じるものがあって、私もね、楽しく読ませていただきました。こちらのね、フレンチトーストもぜひぜひね、お試しいただいて、自分なりのフレンチトーストの道をね、作っていただけたら嬉しいなと思います。はい。引き続きね、皆様からの、熱いコメント、そしてハイプレの応援、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。